この動画は勝率電気工業の提供でお送りします。皆さんこんにちは。今日はハンダ付けについての動画です。皆さんハンダ付けするときにハンダの小手先の清掃をやると思います。金だわしでやったり、あとは濡れたスポンジでやったりだと思います。人がハンダ付けするのと同じく、ハンダ付けロボットを使う時でも小手先の清掃をするのですが、一体小手先の清掃にどういったやり方があって、どの方式が良いのかというのを今日は検証していきます。今回検証に使う小手先クリーナーは2種類あります。まずはこちら、日本の EMS メーカーである勝率電気工業が作ったハンダ付けロボット用のサイクロン式小手先クリーナーのルドラです。詳細は後で説明するのですが、概要を話すとサイクロン上の気流を活かして小手先をクリーニングします。ハンダくずの吹き返しが非常に少なく、製品基板への影響が少ないことが最大の特徴です。そして2点目のクリーナーはこちらです。一見グループが今回の検証のために作ったブラシ式の小手先クリーナーです。ブラシで小手先をこするので強力にクリーニングできることが特徴です。今日はこれら2つのクリーナーの違いというのを徹底的に分析していきます。そもそもなぜ小手先の清掃が必要なのか解説します。いくつか理由はあるのですが、小手先の酸化膜の除去と小手先についた汚れの除去です。まずは小手先の酸化膜の除去について見ていきます。小手先はハンダ付け中、ハンダを溶かすため350度程度の高温になります。そうすると酸化膜が形成されます。酸化膜が形成されると小手先にハンダが馴染まなくなって丸く弾いたような状態になってしまいます。そうすると熱がハンダやハンダ付けする対象物にうまく伝わらなくなってしまい、ハンダ付け不良の原因になります。そして次に小手先についた汚れの除去について見ていきます。ハンダ付けを繰り返していくと小手先に汚れが溜まってしまいます。この汚れは主にハンダ付け中に使ったハンダがずーっと残留して古くなってしまったものであったり、あとはフラックスが高温によって炭化してしまったものです。フラックスが炭化したものが小手先に残っていると、ハンダの供給がうまくいかなかったりしてハンダ付け不良の原因になります。なので小手先を常にきれいに保つために定期的に清掃することが重要になってきます。では小手先をどのようにして酸化や汚れがない状態に清掃を維持するのかを見ていきます。人が手ハンダする場合に一番最初に思い浮かぶのはスポンジや金たわしを使う方法でしょう。このようにコテの先端にハンダカスやフラックスの炭化物が付着した場合、金たわしやスポンジにこすりつけるようにすると小手先に付着しているものは落とせます。酸化膜はスポンジじゃなくて金属の方がいいですね。このように人がハンダコテを使う場合はかなり柔軟に小手先の掃除ができます。ではこちらにあるようなハンダ付けロボットを使う場合どうなるのか見ていきます。基本的には人がハンダ付けするときほどの柔軟性はありません。ハンダ付けロボットを使った時の小手先のクリーニング方法は主に2つあります。ブラシを使う方法とエアーを使う方法です。まずブラシを使う場合ですね。金属ブラシなので小手先を擦ってハンダカス、フラックスの炭化物を除去します。ロボットだとこのようなねじりブラシがよく使われますね。清掃の原理ですが、手動で行う金たわしを使った清掃と同じです。簡単なデモをやってみます。糸ハンダを供給します。ハンダ付けが終わった後でも小手先にはハンダが残っています。それを金属ブラシで除去するわけです。こんな感じですね。除去できました。今は手動でやっていますが、これと同じ動作をロボットでもやります。2つ目はエア式です。これは空気を噴射した時の圧力で小手先のハンダカスを吹き飛ばしてきれいにする方式です。実際に試してみます。このように小手先に残っているハンダを空気の圧力を使ってきれいにします。手動でのデモとなりましたが、これと同じ原理でハンダ付けロボットの小手先もきれいになります。今回はこちらの2種類の小手先クリーニングの方式をハンダ付けロボットで実験検証します。何を検証するのかというと、ブラシ式、エアブロー式で小手先を掃除し続けた時に小手先にどのような影響が出るのか、そして小手先以外の部品がどのように消耗していくのかを耐久試験を通して確認します。ちなみにハンダ付けロボットを使うときは小手先の掃除の重要度合いが格段に上がります。というのもハンダ付けロボットはあらかじめ決められた条件通りにしか動作しないので、小手先の状態がハンダ付けの品質に直結します。例を挙げると、ロボットのプログラムを組むときは小手先温度、ハンダ付け時間、糸ハンダの供給量、ハンダポイントの座標の一番良いものを決めて、そして調整を繰り返し一番いいものでプログラムを組みます。なんですけども、実際にはロボットを使うですね、環境であったりそういったものがかなり影響してきます。例えば小手先をどれくらい綺麗な状態に保てているか、プリント基板の個体差をどこまで許容できるかとかです。スルーホール位置、導白厚さ、表面処理、板の反り具合などが影響してきます。
このように実際には最適なハンダ付け条件から少しずれた状態でハンダ付けをすることになります。人がハンダ付けをする場合、そういった細かい調整はすぐにできるのですが、ロボットを使う場合はそれがなかなか難しかったりします。このためハンダ付けロボを使うと小手先に必要以上のハンダカスとフラックスが付着したままですね、ハンダ付けを続けてしまうんです。これを放置しておくと小手先の状態がどんどん悪くなって最終的にはハンダ付け不良になってしまいます。この部分に問題があってハンダ付けロボを使うような EMS メーカーは調整が不要で不良が全く出ない完璧なプログラムなんてできないじゃんっていう壁にぶつかるわけです。製造技術の人が完璧な条件出しでロボットのプログラムを組むんだけども、製造作業員が毎日微妙な調整をしないと品質が安定しないとか、だから製造技術にクレームみたいな問題が日々どこの会社でも起こっていると思います。というわけでこちらのハンダ付けロボットを使って実際にハンダ付けしていきたいと思います。こんな感じでですね、プリント基板をセットして、そしてスイッチを押し始めるとハンダ付けが始まります。で、先ほどもですね、話したようにこの条件に合うようにあらかじめプログラムしたもので動いています。何回も調整してますね。こんな感じでですね、小手先をプリント基板に当てて、そしてハンダを供給していくと。で、今ヘッドの向きが180度回転して反対側のですね部分にもハンダ付けしていきます。今回全部でですね6箇所ハンダ付けしていて、そのハンダ付けが全部終わった後にこんな感じでヘッドが元の位置に戻ってくると。その後にヘッドを下げて小手先のクリーニングが開始されるという風になっています。そのクリーニングの部分でエア式もしくはブラシ式どっちがいいのかを検証していきます。こちらが今回使うクリーニング装置です。左側のブラシ式は自作品を、エア式は勝立電機工業のものを使います。まずはブラシ式から見ていきます。今回のブラシ式についてはこのような外観形状で作りました。ブラシ部分についてはモノタロウで売ってる市販品を使っています。これがロボットハンダに使う小手先なのですが、ここに入って、でそしてブラシが回転すると小手先の汚れが除去される、そういった仕組みです。ブラシの回転の動力はステッピングモーターを使っています。回転はベルトで伝えていて、そのベルトを介してブラシが回転します。こちらの筐体部分についてはとりあえず試験期間中だけ動作すれば良いので 3D プリンターで作りました。こちらのブラシ部分の素材について樹脂を使うのかそれとも金属を使うのか悩みましたが、今回は金属を使うことにしています。金属素材の選び方も重要です。こういった真鍮製のものを使ってしまいますと毛が根元からボキボキと折れてしまいます。なので今回はステンレス線を使った回転ブラシを採用することにしました。短い試作期間で弊社の制作担当に作ってもらったのですが、結構よくできていると思います。そしてもう一つ、こちらが今回使うエアブロー式の小手先クリーナーです。勝立電機工業のルドラという製品です。実は以前の動画で勝立電機工業が出している手ハンダ用の小手先クリーナー扇風陣について解説したことがあります。今回のルドラも同じ原理を使っています。今回のルドラはハンダ付けロボットの専用品というわけです。従来からあるエアブロー式の小手先クリーナーですと、パイプのようなノズルの先端から出てくる空気を吹きつけて小手先を清掃していました。なんですけども、ルドラはちょっと違っています。こちらの穴が開いているノズルがあるんですけども、そこに小手先を入れます。そうするとこのノズルからですね、空気が勢いよく出てきて効率よく小手先を掃除できるというわけです。しかもどんな形状の小手先にも使えるようになってます。そこがですね、かなりいいポイントです。こういったパイプタイプのノズルを使うと、小手先の形状が変わると風を吹きつける位置の調整なんかが必要だったんですけども、ルドラですと特に入れるだけなんで、そういった調整は必要ありません。従来からあるエアブロー式の小手先クリーナーを使ったことある人ならわかると思うんですけど、ノズルから出てくる風の当たり具合が変わると小手先の正常度合いが変わってしまったり、あとは調整する人が変わると清掃の再現度が取れないことが多いです。実際に風の当たる角度や位置が変わってしまうと、このように小手先清掃の再現性が取れなくなってしまいます。ハンダが残ってしまってますよね。ここが従来方式だと一番難しいところなんです。その点ルドラですと清掃の再現度は高いですし、ノズルから出た風が実は当たってなかったみたいなんてこともなくなります。で、あとは掃除が簡単にできるのも特徴ですね。こんな感じで取り外すとできます。これについては後で紹介します。では実際にセッティングして動作させていきます。まずはルドラを使ったエアブロー方式です。ここを押してスタートすると、こんな感じで動作します。まずヘッドがこの位置に移動してきて、で疑似的にハンダ付けをしていると。そしてハンダ付けが終わると、このように元の位置にヘッドを戻してエアブローで清掃をする。で、またここでハンダ付けをして、ヘッドを元の位置に戻して小手先を清掃する。この動作を繰り返します。
実際に動作しているところを映していますが、ハンダ付け後に小手先に残留したハンダは空気圧で吹き飛ばせています。ただ小手先周辺に残留したフラックスには粘り気があるので完璧な除去は難しいです。というのもエアブロー式は物理的な接触がないので、ブラシ式と比べるとハンダや炭化物の落とし具合は劣ります。これがエアブロー式のデメリットです。また映像に戻りますが、小手先清掃を繰り返していくと小手先部分にハンダは乗りますが、ハンダの表面張力で小手先の端の方に追いやられたフラックスはそのまま蓄積していきます。そのまま時間が経過するとそのフラックスは加熱され続けていずれ炭化物となります。現状エアブロー式で炭化物まで除去できるものは存在しません。ここがルドラに限らず現状のエアブロー式の最大の欠点となっています。この後耐久試験をしていくのですが、これだと無駄な動きが多くて時間がかかってしまいます。なのでもう少し簡略化した動作にします。実際はこうやります。この部分でハンダ供給して数秒待機します。その後にルドラで小手先を清掃すると。でまたハンダを供給して数秒待機。その後にルドラで小手先を清掃する。これでですね、実験を効率化します。後で耐久試験とかもやりますからね。はい、こんな感じでですね、ちゃんとハンダは除去されてますね。これについても後で細かいところは確認していきます。ここで調整できるパラメーターは何かというと、風を当てる時の圧力、時間、あとは風を当てている時にコテを動かすかどうかです。今回はこのようにコテ先を入れてから風を噴射して上に動かしながらコテ先端に風を当てるという動作です。このようにやるとコテ先の形状が変わっても綺麗に清掃できます。ちなみにね、ここにハンダカス入れがあって、こんな感じで結構柔らかい素材で清掃できます。で、元に戻すときは磁石でくっつくようになってますんで、パカッとできるわけです。次はブラシ式についても試してみます。こんな感じでセットが完了して、あとはここを押すと、まず最初ハンダが供給されて、ここまでは同じですね。そしてブラシが回転してコテを刺すと、このように動作します。で、今清掃がやっている途中で清掃が完了しました。また同じように小手先にハンダを供給して数秒待機で先端を洗浄すると、こういう風になってます。調整できるパラメータはブラシの素材であったり回転速度、接触時間、掃除中にコテを動かすかどうかです。入れた時にですね、小手先全面を磨けるようにこのように小手先の向きを変えてます。ロボットのヘッドをですね回転させてるんですね。もう一回いきますけども、こんな感じでですね、はい、小手先を入れて先を清掃していくと、こんな感じでね、なかなかずっと見てられるっていうか、これ面白いですよね。ちょっと小手先に当てる時間が長いような気もするんですけども、これでいきます。ブラシ式は金属と金属の物理的な接触で汚れをすり落とすので、小手先は相当綺麗になります。このように掃除が終わった後、基本的にハンダカスとフラックスの炭化物は一切残っていません。このように完璧に汚れを落としきるというのがブラシ式のメリットです。なので小手先に残ったハンダカスやフラックスがハンダ不良の原因になる確率は低いです。ただ金属同士を擦り合わせているので小手先の摩耗はかなり激しくなると予想できます。これについては後で確認します。どちらの方式も問題なく小手先掃除ができていることを確認できました。ここからは比較検証に入っていきます。ブラシ式、エアブロー式で小手先を掃除し続けた時に小手先にどのような影響が出てくるのか、そして小手先以外の部品がどのように消耗していくのか検証します。検証の条件ですが、先ほどから紹介しているようにハンダを供給して一定時間待機してその後に小手先を掃除するという動作をブラシ式、エアブロー式で4000回繰り返します。ただ今回の4000回というこの数字について特に意味はないと思ってまして、ブラシを何秒間当て続けるのか、ブラシの回転数はどうするか、そういった条件が変わることによって4000回という数字は全く意味の持たない数字になってしまいます。ですので今回のこの数字は参考程度にしてください。はい。では、ようやく実験が終わりました。トータルで1週間ロボットを動かし続けて実験していました。小手先をきれいにできるのがブラシ式の特徴だったのですが、小手先の摩耗具合についてはどうでしょうか？確認します。ブラシ式は金属同士を擦り合わせて汚れを落としていきますので、小手先の摩耗はかなり激しくなります。こちらが初期状態の小手先です。小手先の角がしっかりと立っています。また正面部分と底面部分、背面部分にハンダメッキがしやすいような表面処理がされています。実際には鉄メッキですね。次はこちら1000回ブラシ掃除した後の小手先です。角がだいぶ落ちてしまっていますね。正面のハンダメッキは残っていますが、底面部分と背面部分についてはハンダメッキが乗る表面部分は酸化してしま
まっています。なのでハンダメッキはつかない状態となっています。底面部分のハンダメッキについては、ハンダ付け時にハンダと銅箔が直接触れるようにハンダが回り込む部分です。なのでこの部分が酸化膜や炭化したフラックスで隠れてしまうとハンダ付け不良になる確率が高いです。ちなみにこの酸化膜は研磨で落とすことができます。かなり頑固な酸化膜です。このようにブラシの当たり具合によって掃除できる箇所とできない箇所ができてしまいました。掃除できる箇所はものすごく綺麗だけど、当たらない箇所はなかなか綺麗にならないという状況です。もしかしたらハンダを小手先から落としすぎて酸化させてしまったのかもしれません。次はこちら2000回清掃した小手先です。小手先の真ん中ら辺が結構削れてきましたね。また角についてはより丸くなってしまっています。2000回もやれば小手先の形状が変わるくらいの摩耗となっています。そして次は3000回、やはり削れてきていますね。そして最後、ブラシ清掃を4000回した小手先です。新品の小手先と4000回終了時の画像を比べてみると一目瞭然です。ブラシ式は小手先の摩耗がかなり多いことが分かりました。次はエアブロー式で清掃した小手先です。いきなり4000回分のエアブロー清掃をしたものを見ていきます。どうでしょうか？新品と比べてもほとんど摩耗はありません。ここでエアブロー式最大のメリットがわかります。それは何かというと、小手先の摩耗が非常に少ないことです。ハンダ付け時の小手先の消耗摩耗はハンダに含まれる錫が小手先表面の鉄メッキを侵食するのですが、エアブロー式ではそれが起きるくらいですね。エアブロー式は小手先の酸化膜の形成はブラシ式と比べると少なかったです。ブラシ式と違ってハンダを完全に落としきらないというのが効いていたと思います。小手先は消耗品としてはかなり高額な部類で1本数千円します。なのでなるべく小手先が消耗しないでかつしっかりと清掃できる方法が重要になってきます。今回の場合ですとブラシ式は小手先をしっかりと掃除できますが、小手先の消耗は激しいことが分かっています。一方でエアブロー式は小手先の正常度はブラシ式には劣りますが、小手先の摩耗はほとんどないことが分かりました。ちなみに耐熱性の樹脂ブラシを使えば小手先の摩耗は抑えられますが、炭化物や酸化膜、ハンダカスの除去率は低下します。これまでは小手先の摩耗について見てきましたが、それ以外の消耗部分についても見ていきます。エアブロー式はエアバルブであったり電磁弁なんかが主な消耗品です。また空気で小手先を掃除しますので、その空気が消費される点にも注意が必要です。エア代もタダではないですから。エアの消費量は圧力であったり噴射時間によって変わりますが、今回の設定ですと1回あたり 0.75 リットル消費しています。簡単に計算してみますが、清掃ハンダ付けの1サイクルで30秒かかるとすると、1時間で90リットルのエア消費量と計算できます。でですね、1日8時間年間245日稼働、エア単価 3.5 円で計算すると、ざっくりですけども年間エア代で700円ぐらいかかります。次はブラシ式ですが、ブラシ式の主な消耗品はこのブラシです。そしてこのブラシが結構高いです。掃除を繰り返していくとブラシにハンダが付着して小手先のクリーニング力が落ちてきます。実際小手先掃除を4000回程度すればこのようになってしまいます。今回は小手先に残ったハンダの量が多かったのですが、ブラシの毛にハンダが付着してしまうんですね。この状態でさらに使い続けると右側のブラシのようにハンダが成長していきます。ブラシ代がどれくらいかかるのか計算してみます。どんなブラシを使うかにもよりますが、だいたい1本1000円前後。通常2本セットで使うことが多いので2000円します。エアブロー式と同じ条件で30秒で清掃ハンダ付けのサイクルをすると1日8時間稼働で960回です。ハンダ付けが終わった後の小手先へのハンダの残留具合にもよりますが、1週間フル稼働するとブラシ交換かなという風になりますね。そう考えるとブラシ代だけで年間10万円のランニングコストです。意外と高くなりました。ブラシの寿命を伸ばすためにハンダ付けのたびにブラシの当たる位置を変更するのもありですが、ロボットの調整は必要になってきます。あとは左にあるような太い小手先を掃除するとブラシの毛が根元から折れてしまいます。実際に清掃したカスを溜めておく部分を見てみると、ハンダとは別に毛が抜けています。これは樹脂製のブラシを採用すればクリアできますが、そうするとクリーニング力は落ちることになります。次はハンダカスの飛び散り具合も見ていきます。清掃したハンダカスがプリント基板製品の方に飛び散ってしまうと、回路がショートしたりといった悪影響が出てしまいます。なのでハンダの飛び散りがなるべく少なくなる清掃方式が良いです。今回はこの画像のように白い紙を敷いた状態で30分間動作させて、この紙の上にどれくらいハンダカスが飛び散るかを調べました。まずはブラシ式です。
今回は試作レベルでハンダの飛び散りにはそこまで気を使ってなかったので結構飛び散ってしまってますね。クリーナーの周りにも飛び散っていますし、基板の方にも飛び散っています。ハンダカスの数もかなり多いですね。見た感じだと20個30個くらいあるんじゃないかと思います。もう少しブラシ全体を下に下げて、そしてカバーか何かで覆うべきでしたね。これは要改善です。次はルドラです。これはハンダカスの飛び散りが非常に少ないことが特徴なのですが、実際に少ないと思います。この画像のようにクリーナーの空気吹き出し口のところに少し飛び散っていますね。またクリーナーの横の部分にも飛び散っています。数としては数個、3、4個といったところですね。紙の方は3個程度ですね、ハンダカスが飛び散っていました。ルドラについてはハンダカスの飛び散りというよりかはフラックスの飛び散りの方が多い感じです。実際にハンダ付けをする状態だと小手先に残留しているハンダとフラックスがもっと少ない状態になっているので、全体的に飛び散りはもう少し少なくなるのではないかと思います。でですね、ハンダカスを受けるボックスの中身を見てみます。こんな感じです。マグネット式でパカッっていう風に外れます。ここから空気が吹き出して中に入っていくわけですけども、こんな感じですね。空気は中に入っていってここで折り返して、そしてフィルターメッシュが開いてるんですけども、ここから出ていくと、そんな感じです。こっちの本体部分にも穴が開いてますからね。ここから空気が吹き出ていきます。小手先から吹き飛ばされたハンダがシリコン製クリーナーボックスに落ちていますね。こんな感じです。結構ね、取りやすいですね。このボックス自体が柔らかいのでハンダカスが固着することはなくて清掃は簡単というのも特徴なんです。ここが金属だとハンダが固着してしまいますからね。先ほどフラックスの飛び散りが多いと言いましたが、小手先から吹き飛ばされたフラックスが糸状に伸びて内部のフィルターにへばりついています。こんな感じですね。フィルターの出口は上方向を向いているので、この部分からフラックスが吹き出ていた可能性が高いです。というわけでブラシ式とエアブロー式の小手先クリーナーを比較検証をしてきました。まずブラシ式は小手先はかなり綺麗になるというメリットはあるのですが、何千円もする小手先が簡単に摩耗してしまうというデメリットがあります。また小手先を清掃するためのブラシの消耗も発生します。一方でエアブロー式のルドラでは清掃による小手先の摩耗は非常に少ないというメリットはあるのですが、小手先の清掃、特にフラックスの炭化物除去についてはブラシ式に劣るというデメリットがあります。小手先の消耗が少ないエアブロー式のクリーナー検討している方、ぜひ勝率電気工業のルドラを検討お願いします。概要欄から無償レンタルできますので、ぜひ試してみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。